上からスーッと逆さまに黄緑色の顔が落ちてきました。そのおじさんは僕の方を睨みながら「言うなよ」。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回は投稿階段をお送りいたします。もう今回もね素晴らしい体験談もうたくさんある中からですね、5名の方のお話を選ばせていただきました。5名の方なんですけども、今回ですねまた紹介をさせていただいた方、ぜひ概要欄にありますメールアドレスの方にステッカー係とねタイトルの方に書いてもらってですね、連絡先の方をお送りください。番組特製ステッカープレゼントいたします。お願いします。そして引き続き皆さん不思議体験ありましたら同じアドレスの方にぜひぜひよろしくお願いします。さあちょっとね面白すぎるんですよ。まずね1個目、ちょっと前回送っていただいたものの続編前回紹介した時もめちゃくちゃ面白かったんですが、実はこんなことが後に起こったんだってやつから紹介させてもらいますね。まず一つ目、ペンネーム具志堅智也さん。幼稚園にね子供の頃にちょっと見学をしに行った時の話だったんですがってことなんですけども、これちょっと改めてじゃあ前回ねどんなお話を送っていただいたかまず紹介しますね。具志堅智也さんのご投稿、前回の投稿ですが、はじめまして、僕の友達が小さい頃どの幼稚園に入れるか彼の母親があちこちを見学しに行った時の話。子供に対する態度はどうかな、ご飯はどうかなといくつかの施設を見に行った後、決めきれずに母親は最後の候補の幼稚園を見に行くことにしたんです。それは神社のすぐそばにある幼稚園で、山に近いこともあり空気がきれいでした。送迎のバスがあるから別にここの坂も気にならないね、坂の上にある山の上にあるんですけども送迎のバスがあるからいいねなんてことをですね、母親は、その日は歩いて行ってるんで息を切らしながら登りきり、入り口から見ると、園の庭には何人かの子どもが砂遊びをしていて、子どもたちの楽しそうな表情を見ることができ、ここがいいような気がしてならなくなってきたそうです。しばらく愛想のいい園長と楽しく話をした後、室内で遊んでいる園児を見る流れになりまして、彼女は園児たちを見に行くと彼らはいろんなおもちゃで遊んでいました。母親は何分か見ていましたが、そのうち手前で遊んでいる園児たちに違和感を覚えたんです。クレヨンで絵を描いているのですが、木の葉っぱを赤色で塗っていたり、草を青色で塗っていたりするのです。普通緑ですよね。なんか違う色で塗っていると。母親が彼らのクレヨンを見てみたら24色くらいあるのに、緑や黄緑色といったクレヨンは一つもありませんでした。そこで園長に聞いてみると、緑色のクレヨンを置いておくとみんな緑のおじさんを描いちゃうからと真顔で答えてきたそうです。緑のおじさんって何？そう聞いても園長は先ほどまでの愛想のいい感じではなく不愛想になり、緑のおじさんなんていないんですよ、なのにみんな同じ顔を描いちゃうんですとブツブツつぶやいていたそうなんです。母親は急にこの園長そして幼稚園が不気味に見えてきて、挨拶もそこそこにしてその幼稚園を立ち去りました。結局今でもその幼稚園はやっているそうなんですが、緑のおじさんとは一体何なんでしょうかというね、お話を送っていただいたんですね。めちゃくちゃ面白いですよね。クレヨンにそもそもね緑系入ってないんですよ。でみんなだからしょうがない葉っぱとかね草なんかを違う色で塗っていた。でなんでって聞くと、緑のおじさんを描いちゃうから。緑のクレヨンクーピーなんかがあると緑のおじさんを描いちゃう。緑のおじさんって何なのっていうことだったんですね。でこれが本当何なんだろうな、子どもたちには見えてる。でこの園長のこの雰囲気を見ると園長も何か心当たりがありそうな感じなんですよね。でなんかちょっと前回とかいろんなね方に話を聞いて、その自分なりの見解として色ってやっぱ意味を持ちますよね。でオーブでも白が大丈夫、赤は怒ってる、黒はもう超危険みたいな中で、白は大丈夫、その次が緑、赤、黒っていうこういうね危険度があるんじゃないかな。で緑っていうのは
いわゆる怒ってるわけではないんだけどもちょっと干渉してくる。だから白って何もないのに比べるとちょっと緑は多少干渉してくることがある。だから危険っていうかそういうぐらいで、赤は危険で黒は超危険みたいな、そういうこと聞いたことがあるんで、緑っていうのはだからちょっと子どもたちに干渉はしてくるけどそこまで危ないものじゃないんじゃないかっていうような話をさせていただいてたんですね。ただ今日ですね続報を送っていただいたらこれ話急展開迎える、どうもそういうことじゃなかったかもしれないんですよ。皆さんここから、どんなことが起きたのかお話一緒に聞いてください。緊急緑のおじさんの話です。以前緑のおじさんについてお階段巡りの方に投稿したんですが、その日の夜の出来事なんです。お風呂から出て簡素な夕飯を口にし、テレビの前でテーブルの椅子に座りニュースを見てだらけていた時です。リラックスしていると突然テレビの音が聞こえなくなったんです。あれ、直さなきゃと思い立とうとする暇もなく、上からスーッと逆さまに黄緑色の顔が落ちてきました。僕の方を見ながら後ろからお辞儀をする形で顔を見せてきたのは、黄緑色に肌が変色したおじさんだったんです。緑のおじさんですね。僕が動けないままでいると、そのおじさんは僕の方を睨みながらこう叫びました。言うなよ。僕も怖くて叫びたかったんですが、体も口も動かずガタガタ震えていました。そのあまりにも怖い状況から気を失っていたようで、気づいたら朝になっていたんです。テレビを消した記憶はありませんでしたが、テレビは消えていました。しばらくして僕は荷物をまとめ、母に連絡をして、その母親が見学をしに行った時に見たという幼稚園の方に電車で向かいました。その時から少しずつ腹痛を感じ始めたんです。これは何かに止められているのか、そう思いましたが、好奇心に勝てず、その母親が行っていた幼稚園がある場所まで行ったところ、そこは更地になっていたんです。僕はもう訳が分からなくなり、しかも体が何か重くなりお腹も痛くなってきたので、もう考えないようにしよう、気にしないようにしよう、気にしない気にしない、何度も念仏のように唱えながら帰路につき、そのまま過ごしていました。しかし日増しにこのお腹の痛み強くなっていくんです。これは本当にいけないと思い、鏡を見てみると肌がいつもよりも黄色く感じました。僕は本当に怖くなり、慌てて病院までタクシーで向かうと、そこで肝内結石症とそれによる黄疸を発症しているとお医者さんから告げられたんです。私の家族に肝臓系の病気の人はいないので、一体これはなぜなんでしょうか。そう考えるとふとあの顔がよぎるんです。入院している最中、どうしても気になって黄疸について調べてしまいましたが、黄疸の人は死後数時間経つと肌が黄緑色になるそうです。この具志堅さんですね、こういったことがあったんですが、今治療が無事終わりましてね、お元気になられていて、ここはね良かったなと思うんですが、何でしょうね。だからその緑のおじさんってちょっとねネーミングも可愛らしかったり、子供なんかもね絵に描くぐらいだから、ちょっと昔の園長先生とかみんなを見守ってくれてる存在なのかなとかね思ってたもしたんですけど、もしかするとこの横断でこの発症し、肝臓系の病気で亡くなってしまった方が園児たちには見えていたのかなというね。でもこの「言うなよ」っていう、何か外にあまり言ってほしくないっていう緑のおじさんだから、僕がねさっき言ってましたけども、これは霊たちの怒っている度合いを表すんだ、白緑赤黒とか言ってましたけど、そういった緑ではなく、もしかしたらご病気で亡くなった時の色なので、そういったもので緑に見えていた緑のおじさんなのかもしれないという。いやちょっとね続報によっていろんなことが分かってきたという
お話ありがとうございました。送っていただきました。さあ続きましてルナさんです。はじめまして、私は34歳の主婦のルナと申します。いつも楽しくお階段巡り聞いてます。ありがとうございます。先日のリリカさんの観音様のお話で思い出したことがありまして、初めてメールを送らせていただきます。リリカさんね、下北沢タイムリープ、今もう話題沸騰中ですけども、この話と別に観音様のお話をしてくれたんですよね。これどういう話かっていうと、リリカさんが大学卒業間際ですね、卒業論文の提出に追われてほとんど寝ないでもう作業していた。そんな時、体調心ともにも限界を迎えて、ちょっともしかしたら危険な状態になってたって時に観音様が現れた。でその時に「それでも私はあなたを受け入れます」というね、何か温かい言葉を言われたんだっていう。でこの話をしたところ、他にも大変な思いをされている方のもとに観音様が現れたというね話でしたけども、この話を聞いて思い出したことがあるということで今回メールを送っていただきました。ありがとうございます。私は15年ほど介護福祉士をしておりまして、時々ケアをした方の残り時間というか、余命というものが見える時があるんです。そうか、介護福祉士をされていて、そうか、ケアされている方たち、あとどれぐらいかっていうのが見える時がある。その方の周りにキラキラ光るベールのようなものがかかって見える。そうするとあと1週間くらいだなと分かってしまうんです。もっとその光が強くなるとあと1日、あと数時間と分かる時が何度もありました。すごいですね。なんか生命エネルギーがなくなってっちゃうから暗くなっていくのかと思いきや、逆でキラキラと光るベールのようなものが見えてくる。光ってくるとあと1週間で、さらにこの光がどんどん強くなっていくと1日、あと数時間って、光がもうキラキラ強くなればなるほど亡くなる時間が近いっていうことなんですね。この話と先日のリリカさんのお話で何が思い出せるのかと思いますが、私の話はここからなんです。私が小さい時、祖父の母が体調不良で入院していたと連絡があり、両親と私の3人で遠方にお見舞いに行った時のことなんです。お見舞いに行くと、祖父の母の頭の上の方に激しく光る観音様が見えて、その光が眩しすぎて祖父の母の顔が見えないほど激しい光だったんです。私が小さい時なのでという概念もまだなく、観音様がなんとなく当時の私にはありがたそうに見えて、祖父の母の頭の上の方に見えた観音様に手を合わせました。両親にはそんなものは見えていないので、何してんの、生きている人に手を合わせるもんじゃないよ、そう言いこっぴどく怒られたことを覚えています。その数日後、祖父の母の訃報が届き、お通夜お葬式に参列した記憶があります。リリカさんのお話もね、ちょっと亡くなってしまうんじゃないかというぐらいね、ちょっと大変な状況の方のもとにね、観音様が来てくれる、ある意味お迎えに来てくれるという話ありましたけど、まさにこちらもね、キラキラ光ってたっていうのは、これは観音様だったっていうことをルナさんがね経験されてるんですね。だからその光が強くなればなるほど近いっていうのは、観音様が本当に近くまで来てくれているから、光がどんどん強くなってきているということなんでしょうかね。いや本当に何でしょう、観音様をね見るというねお話、体験談が結構寄せられているので、本当に何か僕らというのは亡くなる時に、そうやって観音様が迎えに来てくれるんですかね。なんかちょっとだけその瞬間が怖くなくなるかななんていうふうにちょっと思ったお話ですけども、ありがとうございます。こちらペンネーム相葉さんから送っていただきました。はじめまして、いつもお階段巡り楽しみに見ています。ありがとうございます。幼稚園児の記憶なので、
バカにされると思い誰にも話してこなかったんですが、ぜひ島田さんになら語ってほしいと思い投稿しました。本当に光栄です。ありがとうございます。これは私が幼少期に体験し、青年期に時を超えて気がついたという不思議な思い出なんです。幼い頃の私は家の近所にあるお寺で遊ぶのが大好きでした。そのお寺は広大な敷地を持っていて、入り口の門は大きく、本堂へ向かうには大きな池に架かる赤くて美しい橋を渡る必要があります。春夏秋冬それぞれの季節で色とりどりの景色を見せてくれるこの場所、そんなお寺で過ごす時間はとても楽しく、今でもはっきりと記憶に残っています。中でも特に印象に残っているのは、本堂のさらに奥、草木がアーチ状に茂った道を抜けた先にある草原、ここでの出来事なんです。その草原の中心には大きな木が生えていて、私はそこで一人の女の子に出会いました。その日もいつものように幼稚園のお迎えに来た母や友人たち数人とそのお母さんたちと一緒にお寺を訪れました。いつもは草原でキャッチボールやサッカーをしていたんですが、その日はたまたま道具がなく、みんなでかくれんぼをしようという話になりました。私は隠れる役になり、どこに隠れようかと右往左往していた時、じゃあこっちに行こうかと、その大きな木の裏に隠れようと草木のアーチを抜けたんです。その瞬間、それまで曇っていた空が急に晴れ渡ったんです。今思えばとても不思議なんですが、当時幼稚園児だった私は特に気に留めることもなく、そのまま進みました。そのまま大きな木の裏に隠れていると、見知らぬ女の子に話しかけられました。年の頃は私と同じくらい、和装をしていること以外はごく普通の女の子。何してるの？お友達になろう？そんな幼稚園児らしい会話を自分が向こうに向けると、女の子はこう言いました。こっちの広場で遊ぼうよ。その場所というのは裏山のハイキングコースへと続く道の途中にある広場で、目が届きにくいため行っちゃダメと普段は母から言われていた場所でした。それでも当時の私は好奇心旺盛で、女の子についていくことを拒めませんでした。階段を 2,3 分登ると、その先にはただの広い広場があったんです。ですが人目の届かないその場所は秘密基地のようで、とても魅力的でした。そこで女の子と雑談をしたり花札で遊んだりしているうちに、空がだんだんと暗くなってきました。母に行ってはいけないと言われていたことを思い出し、焦った私は女の子にまたねと声をかけ、足早に本堂の方へ戻りました。階段を降り草原を駆け抜け、草木のアーチを抜けた瞬間、天気はいつの間にか小雨になっていました。濡れながら母や友達たちのいる場所へ走っていくと、母はひどく心配した様子で、どこに行ってたのよと私を叱り、その日はそのまま家に帰りました。それから数年後です。私は引っ越しをしてお寺から少し離れた場所で暮らすようになっていて、さらに時が経って高校生になりました。大学受験を控えたある日、大学の説明会があり、幼少期を過ごした地域を訪れる機会がありました。説明会は午前中に終わり、時間を持て余していた私は懐かしさから昔遊んだ場所を巡ることにしました。そして当然のようにあのお寺にも足を運んだんです。お寺は当時と比べ特に廃れている様子もなく、きちんと管理をされていました。その景色に懐かしさを感じていると、ぼんやりとあの女の子と広場で遊んだ記憶がよみがえったんです。私は大きな門をくぐり、赤い橋を渡り、本堂の奥へと向かいました。草木のアーチを抜けると、そこにはかつてよりもさらに草が生い茂った管理の行き届いていない草原が広がっていました。ここでよく遊んだなと思いながらハイキングコースの階段を登っていくと、 2,3 分後、あの時の広場はありませんでした。その瞬間、なぜか
あの日の出来事を私は鮮明に思い出したんです。これは私にとって間違いなく楽しくて不思議で温かい思い出です。なんかその日の瞬間だけね、ちょっとこう違う時代、時空を超えていたということなんでしょうね。親御さんたちが行ってはいけないって話をされていたそうですが、もちろんね目が行き届きづらいから危ないよってこともあるんですが、もしかすると何かその奥に行くとっていうのがその地域の方ではなんか知られている話でもあったんですかね。この場所ですけども、なんかこのね、その本殿の裏の方でなんかその草木のねこうアーチをくぐるっていう、なんかねこれがすごくちょっと面白いななんていうふうに思いましたね。でまたねって言って階段を降りて草原を抜けて草木のアーチを抜けた瞬間、天気はいつの間にか小雨になっていた。この雨っていうのもなんかちょっと一つの何かきっかけ、帰ってこれた何かそういうのがあるのかななんていうふうにも思いましたけども、いやこれね、なんかそこをまた巡ってみたい。でそこにねまた時間をねこう経った時に行った時になんかその気がパーンってこう蘇ってくるっていうのは何かやっぱりそういったことがあったのかな。でその時にね記憶は蘇った、はっきり蘇ったってことなんですけど、もしかしたらねなんかもう一度足を運ぶとかってなると、その日だけじゃなくってなんかもっともしかしたらその女の子とね何度も何度もこう遊んでいたという思い出も蘇ってくるのかもしれないですね。はい、本当にちょっとね不思議な体験送っていただいてありがとうございました。めちゃくちゃ面白かったです。さあ続きまして吉来さんから送っていただきました。ありがとうございます。私が小学5年生の頃にクラスでこっくりさんが流行っていました。あれ同じ世代なんですかね。その当時私も友人に誘われ何回かしたことがあったんです。ですがそれまで何回もしていた周りの子たちもあることがきっかけでピタッとこっくりさんをしなくなりました。そのきっかけが私もその場にいたので記憶に強く残っています。何があったんでしょうか。その日授業が終わり帰りの会も終わってみんなが下校した後、運動場にも生徒や先生もいなくて教室には私を含め4人だけがその教室に残っていました。やることなんて一つです。一人は違うことをしていましたが、私たち3人はこっくりさんをしていました。当時めちゃくちゃ流行ってましたからね。こっくりさんの終わらせ方はこっくりさんこっくりさんお帰りくださいと言った後に10円玉がはいのところに行けば指を離しても大丈夫ということだったので、そろそろ帰ろうという話になり、こっくりさんこっくりさんお帰りくださいと言ったんですが、10円玉はぐるぐると動くばかりで一向にはいの方には行ってくれませんでした。私たちも小学校5年生だから毎回本当は誰かが都合よく指に力を入れて動かしているんだろうとみんなが思っていたと思うんです。ですがずっと紙の上をぐるぐる回っている10円玉を見ているとなんだか気持ち悪くなってきたのも事実。すると教室を出た隣にトイレがあったんですが、トイレからジャー水を流す音が聞こえてきたんです。5年の教室には1から3クラスまであるけれど誰もいないのを私たちは確認済みでした。なので先生かなと思い焦って早く終わらそうと小さい声で何回もこっくりさんお帰りくださいと言いました。でも帰ってくれない。すると廊下からキャッキュッキュッ足音が聞こえてきたんです。誰もいるはずがない。でも廊下からの足音にやばい、本当に焦った時、教室の後ろのドアのところで足音が止まったんです。キュッ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 っていうのが後ろのドア、その前で止まった。私たち4人もドアの方を見て動きを止めました。だけどドアには誰も立っていないんです。教室のドアは上半分が透明なガラスになっていて、誰か来たら絶対にそこから見えます。気のせい
かと思った瞬間、ドアがガラ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 開いたんです。怖っ。その瞬間、窓も閉めていたのに急に窓側のカーテンもバサバサと強い風が入ってきたみたいにはためき出し、みんなが一斉に叫んで走って出て行ってしまいました。教室には私だけが動けずに残ってしまった状態。私もすごく怖かったし、初めて恐怖を覚えた瞬間だったのに体が全然動かなかったんです。廊下はシーンと静まり返っていて、カーテンのバサバサも止んで、もう私一人なら終わらすも何もないんじゃないかと思って机に目線を移すと、10円玉が「はい」の方向に動いて、やっと私は指を離して体も動く状態になりました。それから学校を卒業するまでの間、誰もこっくりさんをしなくなりました。ただ言えるのは、そのこっくりさん後に私は人間ではないものを見たり、声を聞いたり、怖い体験をしたりするようになってしまったんです。20歳頃には誰がどうやって亡くなるかが頭に映像みたいにいろいろ入ってきてしまい、精神的に辛くなることが頻繁に起こるようになりました。今でもあの足音やトイレの水の流す音は何だったのか分かっていません。今私には娘がいます。娘は小学校4年生です。今はもうこっくりさんを知っている子たちも少なくなってきたかもしれないけれど、もし娘がこっくりさんの話をしたら、私は絶対にするなと娘に伝えるつもりです。長々と申し訳ありません。これからもお階段巡りを楽しみにしています。これね、こっくりさん本当に PTA がね禁止にするぐらい、もちろんね、その霊現象ということだけじゃなくて、あまりにも流行ったんでね、もう社会現象で子どもたちの集団催眠っていうんですかね、そういったことで何かが起きているんじゃないかってね思ってたことも多いとは思うんですが、今回のこの吉来さんの話っていうのはやっぱり何かが来てしまっていたのかなって。で、怖いのがね、その後霊感に目覚めてしまったという、で大変な思いをされたっていうことですよね。やっぱりそのこっくりさんっていうのは高霊術で、いろんなもの、いいものから良くないものから引き寄せてしまうって言われてますよね。例えば低級霊も含めて。で、霊感がある人っていうのは一説によると何かがついている人で、そのついている存在がいろんなものを見せたりとかするっていう説もあるんですね。だからもしかするとこっくりさんをした時、これがきっかけで霊感が目覚めたというか、こっくりさんをしたことによって集まってしまったものが吉来さんについてしまって、不思議なことが起きるようになってしまったのかななんて思ったりもしますが、でも本当怖いですね。足音がね、ドアの前で止まって、でも誰もいないじゃんと思った瞬間ガラ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 って開くってね、いやこの時よく10円玉から手を離さなかったななんて思いますけどもね、本当に危険な高齢術だと思いますのでね、ぜひ娘さんにはやらせないようにしてください。最後ですね、ちょぼこさんから送っていただきました。島田秀平さん、いつもお階段巡り楽しく拝見しています。ありがとうございます。今日は私と家族に実際に起こった不思議で少しだけ切ないけれど温かい出来事を投稿させていただきます。私は両親と妹2人、そして祖父母と一緒に暮らしていました。共働きだった両親の代わりに祖父母と過ごす時間が多く、家族みんなにたくさんの愛情をもらって育ちました。中でも祖父おじいちゃんは私たち3姉妹を溺愛してくれていました。将来のためにとこっそり結婚資金を積み立ててくれたり、落ち込んだ時にはそっと寄り添ってくれたり、そんな温かい人でした。私が進学と就職で県外に出てからも帰省した時には笑顔で迎えてくれ、また帰る際には祖父は涙をにじませて「また来いよ、じいちゃん待ってるから」と握手をして見送ってくれました。そんな祖父が6年ほど前です、自宅で転倒して骨折をし入院することになりました。持病で何度も入退院していたこともあり、
また元気に帰ってくるだろうと家族みんながそう思っていたんですが、コロナ禍で面会もかなわず、病院との距離も遠くなってしまったせいか、認知症が進み、入院は長期化していきました。そんなある日、私の職場に祖父の危篤の連絡が入ったんです。コロナ禍ではありましたが、病院の計らいでやっと家族全員が祖父おじいちゃんに会えたその翌朝、祖父は静かに旅立ちました。最後に大好きだった妻や子供、そして孫たちが揃うのをちゃんと待ってくれていたんだなと、今でも思い出すと胸が温かくなります。ただ私には一つ心残りがありました。祖父が入院をしていた間、私はなかなか会いに行けず、結婚した姿を見せることができなかったことです。そしてその数年後、息子も授かりました。妊娠中は入退院を繰り返すなど不安も多かったんですが、無事に出産。驚いたことに、その子は祖父と全く同じ誕生日に生まれたんです。じいちゃんが見守ってくれていたのかもね。家族でそんな話をしながら、私は祖父の遺影を息子の近くに置き、ひ孫だよと見せていました。息子がお座りできるようになった頃、再び祖父の遺影を見せながら、じいちゃんだよと声をかけると、息子は突然遺影に向かって笑顔で手を伸ばし、遺影を抱きしめたんです。そして祖父の口元にキスをして、キャッキャキャッキャと声を上げて喜んだんです。それまで親にすらキスをしなかった息子が、あの時私たち家族は思いました。もしかしたらじいちゃんが会いに来てくれてるんじゃないか。この子にはじいちゃんの姿が見えているのかも。今では1歳9ヶ月になった息子、実家に行くと自ら仏壇に手を合わしたり、遺影に向かってじじーっと声をかけたりしています。この子の中にはまだどこか向こう側とのつながりがあるのかもしれません。人は亡くなってもやっぱり大切な人のそばにいてくれる、そう思わせてくれた私たち家族にとって忘れられない出来事です。そして今でも実家に帰省した際には、祖父も一緒に家族団らんを楽しんでいます。いや素晴らしいですね。これなんか僕思ったんですけどね、おじい様が亡くなられてしまった後に息子さんを授かったっていうね。で妊娠中は入退院を繰り返すなど不安も多かったんですが、無事に出産ってことなんですけど、なんか亡くなったこのひいおじいちゃんですかね、おじいちゃまがなんかずっとこの息子さんのことを見守ってくれてっていうか、もうお腹の中にいる時からずっとこう遊び相手になってくれたり、見守ってくれるっていうか、なんかこう一緒にいてくれたんじゃないのかなって思いましたね。じゃないとね、なかなかそのね写真見ただけで急にそんなちっちゃい子がね突然こう笑顔で手伸ばして抱きつかないですよね。それはもう以前から知って、何度も知ってる、もう大好きな人だからってこうやったわけでしょ。だからね、おじいちゃんも来てくれたと思うんですけど、この息子さんからするといつも近くで遊んでくれて、いつも見守ってくれて、いつもね寄り添ってくれてっていう大好きなおじいちゃんだからっていうことなのかもしれないですよね。いや最後の言葉いいですね。今でも実家に帰省した際には祖父も一緒に一家団らんを楽しんでいます。いやきっとね皆さんもう勢ぞろいで素敵な時間をねお過ごしなんだなと思って、なんかほっこりしちゃいました。ありがとうございました。さあ、今回ですね5人の方体験談紹介させてもらいました。ぜひ概要欄にありますメールアドレスの方にステッカー係というふうにですねタイトルに書いてもらいまして、連絡先お送りください。番組特製ステッカーの方をプレゼントします。そして引き続きアドレスの方にですね不思議体験がある方は送っていただけたらと思います。今後ともよろしくお願いします。というわけで今回はこの辺で失礼します。島田秀平のお階段巡りでした。ありがとうございました。